もし突然飛び込んできた仕事のオファーがあなたを陥れるための罠だったら、2012年7月1日、アメリカテネシー州タラホーマ看護学校に通う女性ミーガン・シャープトンは浮かれた様子で母親に電話をかけていました。ごめんなさい、今夜の夕食行けなくなったわ。さっき急に面接が入っちゃって、すごくお給料のいい仕事だから逃したくないの。2ヶ月後に看護学校の卒業を控えているミーガンは就職活動の真っ最中。一刻も早く就職を決めたいと考えていたそのタイミングで、同級生のナオミ・ジョーンズからお年寄りの介護の仕事があるとオファーを受けたのです。思わぬ好条件の仕事のオファーに意気揚々と面接会場へ向かったミーガン。彼女は知る由もありませんでした。この後自分が殺害の末に燃やされてしまうなどとは。就職面接に向かった先で悲惨な死を遂げた看護学生。期待に胸を膨らませる彼女の身に一体何が起こったのか。面接会場で待ち受けていたのは、夢が絶望に変わる地獄の時間だったんです。おつすけんちゃんです。やみやみこーんで、最近私ね、飲み始めたサプリというか、薬というか、栄養剤というかがあって、なんだと思う？難しい。飲んでた時期はあったわね。ヒントと言ったら、ビール。なんだろう。この時点で分かってる人いる。結構有名なサプリ。ビールといえば、あれだ。あ、分かった？あれだ。答えを言うと、エビオス錠。エビオス錠ってあったな。ビール酵母が元になってんのよ。ビール酵母の言い方だけどカスみたいなやつを集めたものなんだけど、それと一緒に飲んでるのが乳酸菌の、私は何でもいいと思うんだけどビオ3っていうのを飲んでるのね。何がいいかっていうと、ビール酵母を乳酸菌がパクパク食べて善玉菌を大量に作ってくれて、胃腸の中がフィーバーになるんだって。お通じが良くなる。そうで、私すごい胃腸の調子が肌にもろに出るのよ。ストレス溜まった時とか胃腸がキュッてなったりすると胃酸が多くなって胃腸悪くなって言うじゃない。そうすると本当にストレスですぐ肌に出るから、腸が綺麗だと肌も綺麗で、ビオ3とビール酵母のエビオス錠、すっごい胃腸が美人になっちゃって、肌の調子もいいし、あんまり見ないで、そうでもないかもしれないけど、胃腸に悩んでる人とか試してみてほしいし、それ以上にいい腸活サプリがあったら教えてほしい。まときぶち。今回はアメリカテネシー州で起きた殺人事件をご紹介します。被害者は就活中の看護学生だったんですが、彼女はなんと面接へ向かった先で殺害されてしまうんです。看護学生ってことはさ、就職先は病院ってことでしょ？なんでそんなとこで殺されるみたいなことになっちゃうわけよ。普通に考えればありえないんですが、この看護学生が受けた就活のルートっていうのが正規のルートではなかったんです。事件は真夜中に発生した不審火によって明るみに出されました。悪意の痕跡。2012年7月2日、アメリカテネシー州フランクリン郡、深夜1時30分頃、緑に囲まれた田舎道へ消防隊が駆けつけました。道路脇の草むらで上がっていた激しい炎。消火活動の末、すぐに火は消し止められましたが、問題はここからでした。なぜ深夜に人気のない田舎の草むらでいきなり火の手が上がったのか。不思議に思っていた消防隊員に答えを突きつけるかのように、焼け跡からあるものが発見されたのです。大変だ、あれ人じゃないか。焼け跡からあらわになったのは黒焦げになった遺体。遺体は損傷が激しく、性別すらすぐには判別できない状態でした。さらに恐ろしいことに、その遺体の燃やされ方には犯人の底知れない悪意がにじみ出ていたのです。下半身の衣服を剥ぎ取られたその遺体は、局部だけが徹底的に燃やされていました。その後の検視の結果、遺体には頭部の陥没と顔面に銃痕が。被害者は鈍器のようなもので殴打され、銃殺された後に燃やされたものと推測されたのです。下半身だけ徹底して燃やすってさ、被害者を恥ずかしめる意図でやってない？気持ち悪い犯人よね。特別な意図を感じますよね。その無残な殺され方と反対に、被害者っていうのは誰かから恨みを買うような人物ではなかったと言われてるんです。遺体の損傷の激しさから被害者の身元特定は困難に思えましたが、手がかりはわずかながらに残されていました。それは遺体の耳の後ろの星型のタトゥーと現場で燃え残っていた看護学校の制服。それらの特徴から遺体は前日から行方不明になっていた24歳の女性ミーガン・シャープトンだと判明するのです。その後、警察は遺体発見現場から20キロ以上離れたベッドフォード郡でミーガンの車が遺棄されているのを発見。さらに彼女のハンドバッグや財布も8キロ離れた場所に捨てられていました。警察は犯人が証拠隠
滅のために遺体や所持品を遺棄したと推測。財布の中身が手つかずだったことから強盗目的ではなく、ミーガンは何か別の目的で殺害されたと考えられたのです。そこで警察はミーガンの交友関係を詳しく調べますが、するとすぐに彼女は誰かに恨まれるような人間ではないと分かりました。ミーガンは自分で学費や生活費を工面するため、老人ホームの仕事とステーキハウスのウェイトレスを掛け持ちしていた努力家の女性。それでいて10代の頃には近所で見かけるホームレスのもとへ足しげく通い、積極的に施しをしていたという人一倍思いやりのある人物だったのです。唯一ミーガンの姉キャロラインは彼女が恋人のクリスと頻繁に喧嘩していたことからクリスが怪しいと話しましたが、彼にはアリバイが。クリスは事件当日夕方5時から深夜0時まで職場のデパートにおり、その姿は防犯カメラにしっかりと映されていたのです。ミーガンが行方不明になったのは夜だったため、恋人のクリスに犯行は不可能。そして当のクリスは警察の事情聴取に際し、恋人の死に肩を落としながらも次のように説明しました。あの日ミーガンは急な面接の連絡をもらって出かけたはずです。事件当日ミーガンが仕事の面接へ行く話は彼女の母ケリーも電話で知らされていました。母親とクリスそれぞれの証言からミーガンが面接に向かった先で事件に巻き込まれたことは明白だったのです。面接のオファー出したやつが犯人ってことでしょ、事件の日にミーガンに電話かけてたんならさ、すぐわかんじゃないの？そうなんですよ。ミーガンに仕事を斡旋した人物っていうのはすぐに特定されるんですが、そこからが一筋縄じゃいかなかったんです。存在しない仕事。事件当日の2012年7月1日の午後3時半、ミーガンは見知らぬ電話番号からの着信を受けました。ミーガン・シャープトンさんのお電話ですか？ご友人のナオミ・ジョーンズさんからのご紹介でお電話させていただきました。ナオミ・ジョーンズというのはミーガンが通う看護学校の元同級生。電話口の男は介護を必要としている高齢者がおり、元看護学生のナオミに適任者がいないか尋ねたところ、ミーガンを紹介されたと話したのです。看護学校の卒業が2ヶ月後に迫っていたミーガンは、その仕事が好条件だったこともあり喜んで引き受けることに。その日は姉が実家に帰ってきており、夕食を家族で食べる約束をしていたミーガンはこのタイミングで母親にも電話をかけています。ごめんなさい、今夜の夕食行けなくなったわ。さっき急に面接が入っちゃって、すごくお給料のいい仕事だから逃したくないの。嬉しそうにそう話すミーガンに母ケリーは疑うことなくエールを送りました。この時恋人のクリスもミーガンからナオミの斡旋で面接に行くと聞いていたのです。その後一切音沙汰がなくなったかと思えば、フランクリン郡の田舎道で遺体となって発見されたミーガン。警察は恋人クリスの証言を頼りに彼女に仕事を斡旋した同級生ナオミ・ジョーンズを訪ね事情を聞くことに。すると彼女はいぶかしげな顔でこう言ったのです。ミーガンと私は仕事を紹介するほどの仲じゃないですよ。彼女には車が故障した時に一度学校まで送ってもらったことがあるくらいで。ナオミはそう言って事件への関与を完全に否定。ではナオミの紹介と言って電話をかけてきたあの男は何者なのか。警察が携帯の通信記録をたどると、第三者が彼女の名前を悪用した可能性が浮上します。ミーガンが面接に呼び出された日、彼女と連絡を取っていた電話の中に持ち主不明のバーナーフォンの番号があったのです。バーナーフォンって何？私ボーダフォンしか知らないわよ。古っ。番号が分かってるのに持ち主が不明ってそんなことある？日本ではね、販売されてないんで知らない人も多くいるかと思います。バーナーフォンでは海外では犯罪に利用されることが多く、一部では問題視されてるんです。というわけで本日のメドラキーワード、バーナーフォンについて。バーナーフォンとは欧米では一般的なプリペイド式携帯電話のこと。バーナーは燃やすという意味。その名の通りバーナーフォンは使用後にそのまま処分することが前提とされています。契約手続きがなく、コンビニなどで気軽に購入できるのが特徴です。購入時の本人確認がないバーナーフォンは契約者情報が端末に紐づかないため、通話履歴や GPS の追跡が極めて困難。その高い匿名性から長年犯罪に悪用されてきた側面を持ちます。今回の事件でもこのバーナーフォンがミーガンを偽の面接に誘い出すために悪用されました。日本にバーナーフォンが存在しないのは、そうしたリスクを考慮し、携帯電話不正利用防止法によって購入時の本人確認が義務付けられているためなのです。事件当日にミーガンとやり取りをしていたバーナーフォンについて警察は販売元のデパートを特定。防犯カメラを解析すると、事件から少し前の映像に明らかに自分の携帯を持っているにもかかわらずバーナーフォンを購入している不審な男が映されていました。地元警察内で防犯カメラの男の写真を紹介したところ、この男はティモシー・ギフォードという麻薬の売人であることが判明。警察がティモシーを連行すると、意外にも彼はあっさりと口を割ったのです。
です。あのバーナーフォンはドニーってやつに頼まれて買ったんだよ。ティモシーが話したドニーとはドニー・ジョーンズという37歳の男のこと。強盗や窃盗、違法薬物の所持など21件もの前科を持つ人物でした。そして何より彼はミーガンが仕事を斡旋してもらったと話していたナオミの夫だったのです。もしかしてこれ夫婦共犯でミーガンを陥れてたってこと？ナオミは仕事斡旋してないなんて言ってたけどさ、大嘘じゃないのよ。そう思いますよね。当日ね、ミーガンがどのように事件に巻き込まれていったのか、その全貌を見ていきたいと思います。史上最悪の就職面接。2012年7月1日の夕方、ミーガンは仕事に向かう恋人のクリスを見送った後、面接を受けるためベッドフォード郡の待ち合わせ場所へ向かいました。そこで待っていたのは体格のいい短髪の白人男性。ミーガンはその男性に見覚えがあったのです。その男性は同級生のナオミの夫ドニー。実のところ彼は一度だけナオミとミーガンの2人を学校まで車で送ったことがあり、ミーガンと面識がありました。待ってたよ、仕事場へ案内するから俺の車に乗ってほしい。仕事を斡旋してくれた友人の夫が面接会場へ案内してくれる。そのシチュエーションに特に違和感はなく、ミーガンはすんなり従ったのです。待ち合わせ場所から20キロ以上の距離を走り、ドニーとミーガンはフランクリン郡の人気のない農場に到着した。ここに仕事の依頼主が？あ、この中だ。車を降りたミーガンはドニーに誘導されるまま農場の敷地を進んでいく。そして建物の中へ足を踏み入れたところで、その場の空気は一変した。ミーガンがよそ見をしていた隙に、ドニーは彼女の頭部を隠し持っていた拳銃で殴打。彼女を勢いよく押し倒すと、その体を思う存分凌辱した。人里離れた農場の中でいくら泣こうが叫ぼうが、ミーガンの声は誰にも届くはずはない。そして自分がナオミの夫だと知られている以上、ドニーとしては絶対にミーガンを生かして返すわけにはいかなかった。こうしてしばしの地獄の苦しみの後、ミーガンは誰にも知られることなくその生涯を閉じた。ミーガンの顔面を撃って殺害した後、ドニーはその遺体を車で運び、田舎道の脇の草むらへ下ろしました。そこから彼はもう動かなくなった彼女に着火剤を浴びせて放火。この時ドニーは特に下半身に大量の着火剤を浴びせており、それはミーガンの体内に残った自分の DNA を全て焼き尽くすためでした。友達の旦那にこんなむごい殺され方するとは思わないわよ。友達の旦那だから大丈夫と思わせることこそがドニーの手口だったんです。そしてね、ここまで見ていて、ナオミが今回の犯行とは関係がなかったっていうことからもわかるように、ナオミはドニーとグルだったわけではなく、利用されてしまっていたんです。ミーガンは友人のナオミからの仕事の斡旋だと信じ、その夫であるドニーについていきましたが、当のナオミはこの話を一切知りませんでした。ドニーは妻ナオミの携帯を盗み見し、電話帳から無作為にレイプのターゲットを選んでいました。そう、実はドニーは今回だけにとどまらず、以前にも仕事の面接という体でまた別のナオミの知人を誘い出そうとしたことがあります。彼にとって看護学校へ通う妻は若い女性を騙して襲うための都合のいい道具だったのです。事件後、麻薬の売人ティモシーの証言によりドニーは容疑者に。ドニーはミーガンの下半身を重点的に燃やすことで DNA を抹消したつもりでいましたが、遺体の炎は放火から約10分で鎮火されていたため、その試みは失敗。 DNA の証拠を突きつけられた彼は次のように弁明しました。ミーガンとは合意の上で関係を持った。殺してなんかいねえよ。しかし DNA 以外にもまだ決定的な証拠が残されていたのです。それは事件当日、ドニーの携帯と犯行用のバーナーフォンがミーガンの携帯の GPS と同じ挙動をしていたこと。3台の携帯はそれぞれミーガンの車が放置されていたベッドフォード郡からドニーの親族が所有している農場へ、そして遺体が燃やされていた現場へも3台同時に移動していました。合意の上で関係を持ったというのであれば、なぜ遺体発見現場へドニーが向かっているのか。その矛盾から彼の主張にほころびが見え始めたのです。その後、警察が犯行現場の農場を捜査すると、そこには事件当日にミーガンが身につけていた星柄のスカーフの燃えかすが、またドニーの自宅からはミーガンの頭部を撃ったものとみられる銃と弾薬が押収され、彼は一切言い逃れできない状況へ追い込まれたのです。わざわざ知り合いにバーナーフォン買わせてまで正体隠そうとしたわけなのに、 GPS のことには気が回らなかったのかしら。注意深い犯人なら携帯電話の電源どこかでオフにしてるはずですよね。遺体が遺棄された現場っていうのも車の通りが多い場所だったと言いますし、犯人ね、ずる賢いように見えて非常に詰めが甘い人物だったんです。事件から1年後の2013年2月4日、第1級殺人強
および加重誘拐で有罪となったドニーに下された判決は仮釈放なしの終身刑。こうして犯人は法の裁きを受けることとなりましたが、一方で事件が遺族の心に残した傷の深さは計り知れません。事件を担当した捜査官の一人は、ドニーは実質的に2人の命を奪ったと語ります。そう、事件後ミーガンの母ケリーは自ら命を絶ってしまったのです。10代からホームレスに施しをするような心優しい女性だったミーガン。彼女が看護師の道を目指したのもきっと困っている人を助けたい一心でのこと。ミーガンはドニーからの仕事の紹介の電話がその夢の第一歩になると思っていました。期待を胸に向かった先で待ち構えていた裏切りは、ミーガンを一番近くで応援していた母ケリーをも絶望に突き落としたのです。今回の事件のように犯罪者はあなたの欲しいものをちらつかせ、巧みに罠にはめようとしてきます。願っても見ない好条件のオファーを受けた時、あなたは冷静に嘘と真実を見極められますか？おそつけんちゃんです。やみやみこんです。というわけでね、今回ね、オフ会の発表させていただきます。いつというわけでね、非常に急なんですけど、今月の14日に急遽開催させていただきたいと思います。12月14日ね。はい、12月14日です。はい。場所はね、都内っていうところで、クリスマス会としてね、ちょっとやらせていただければと思います。ちょっとイベントとしてはね、詳細は概要欄固定コメントに書いてありますのでね、もちろん僕もヤミコさんもね、当然参加しますので、その時にね、皆様とね、面と向かってお話できる時間もね、設けさせていただきますのでね、いい意味でフランクな会にしようかなと思ってます。人数もね、限定して抽選方式でやらせていただくんですけど、僕はやっぱ少人数でね、せっかく来ていただいた方とゆっくり話す方が好きなんで、そんな形でね、オフ会を開催させていただければと思います。なのでね、もしね、アルゴメトリーの2人と話してみたいとか、実際会ってみたいっていう方がいれば、概要欄固定コメントの詳細をね、ご確認いただければと思います。